こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は育児休業、取得をされる方も多いかと思いますけれど、育児休業の延長の際、手続き、審査が厳格になるという内容で解説をしていきたいと思います。2025年、令和7年の4月からですね、育児休業を延長する場合の手続き、そして審査が少し変わっていきます。最近は少子高齢化といったところを受けて、男性の育児参加というのが強く求められている状況であります。そして男性の育児休業取得率のアップというのを政府は非常に力を入れて進めているという状況ではあります。今回の概要ですけれど、まずはそもそも育児休業の基本原則について見ていって、現状の育児休業の状況について解説をしていきます。そして2025年4月から変わります育児休業の延長にかかる手続きの変更内容について見ていく。また育児介護休業法に関しては毎年頻繁に法改正があると言っても過言ではないぐらい法改正がされているという状況ではあります。そして今後もですね、まだ法改正というのが控えているという状況ではありますので、今後の育児介護休業法の改正概要について見ていって、最後に注意点とまとめをしたいと思います。まずは育児休業の基本について見ていきたいと思います。育児休業に関しましては、男性も女性も原則として1歳未満の子どもを養育するための休業として認められているものであります。直近で言えば2022年令和4年の10月に施行されている改正育児介護休業法が一番新しいものとなっております。この時の改正ですね、産後パパ育休なんていうのも導入されましたけれど、さらにですね、原則1歳未満のまでの休業はできますけれど、子ども1人について原則2回までの取得ができる。さらにですね、保育所等に入所できない等の事情があれば、1歳6ヶ月、そして2歳、最長2歳まで延長することができるという状況になっております。ただですね、一方、この延長ですね、保育所に入所できない事情といったところですけれど、あえて落選狙いで人気の保育所だけに申し込みをするケースというのが多発しているという状況で、調査によりますと、東京都のとある区の内容のヒアリング調査によりますと、申し込みの約 12% が落選狙いだったという事例もあります。そういったところを受けまして、審査が厳格になる、延長審査の厳格化といったところが決められたという状況です。保育所等に関しましては、当落を決める自治体自体がですね、入所倍率などをホームページで公表しておりますけれど、自治体ではですね、申し込み者から落選する方法を教えてほしいとか、当選をしてしまった、本当は育休を延長してしまった、どうしてくれるんだといったような保護者からの問い合わせが次々と寄せられていて、役所における業務の逼迫の一因にもなっているというところで問題になっている状況ではあります。こういった形で育児休業の延長に関してはいろいろトラブルがある状況ではありますけれど、今現状育児休業の現状について見ていきたいと思います。まずは女性の育児休業取得率、もう 80% を超えるところでずっと推移はしておりますけれど、一方男性の育児休業の取得率、法改正等があったり、男性の育児休業取得率の公表義務化といったところが進んできている中で、徐々にですね、上がってはきているという状況ではあります。令和2年で 12.5%、そして 13.9%、直近令和4年でいきますと 17.1% の育児休業取得率という状況になっている。ただ一方で出生率を見ていくと、令和2年で 1.33、令和3年で 1.3、令和4年で 1.26 という形で下げ止まりがまだ見えないという状況にはなっている。こういったところも受けまして、政府は今後一層の両立支援の施策の実行に取り組んでいくというスタンスではあります。
お隣の韓国においてはですね、出生率が1を切ったり、日本においても東京都では1を切ったりといった状況で、なかなか出生率が上昇に転じないといった状況がありますけれど、一方で育児休業を長く取得をしていく際の問題点といったところもありまして、2025年、令和7年の4月以降ですね、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関しての手続きが変わるということになっております。今まではですね、市区町村等が発行する入所の保留通知などで延長ができたんですけれど、2025年4月以降につきましては、今までの入所の保留通知に加えて、さらにですね、保育所等の利用の申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要という形になりまして、具体的にはですね、延長自由認定の申請書というのが新しく作られました。こちらに記載をして合わせて提出をする。またさらにですね、今までは入所の保留通知だけでよかったんですけれど、その前段階の保育所等の利用の申込書の写しも提出しなければいけないという形になります。従いまして、保育所等の利用の申込書ですね、捨てずにですね、取っておいてほしいと思いますけれど、まずは延長自由の認定申請書、どういったことを書いていくのかになりますけれど、まずは自宅から最も近隣の保育所名を記載をするということ。そして申し込みをした保育所が片道30分以上の場合はその理由を書く、そういったところですね、なぜ近いところではなく遠いところを申し込んだのかといった理由ですね、そこを明らかにして申請をしなければいけないという形になっております。従いまして2025年4月以降ですね、育児休業を延長する際は注意が必要です。そしてさらにですね、ますます育児介護休業法改正が進められていくといった形で、詳細はですね、今後のまた動画でご紹介はしていきますけれど、ざっとまた数多く改正が待っておりますので、項目だけ簡単にご紹介をしていきたいと思いますけれど、まずは柔軟な働き方を実現するための措置が義務化ということで、3歳以上、そして小学校就学前の子どもを養育する労働者に関しましては、柔軟な働き方を実現するための措置というのが義務化される。具体的にはですね、テレワーク等という形になってきますけれど、さらにですね、所定外労働の制限、今現状もありますけれど、こちらの対象範囲が拡大をするということで、3歳以上、そして小学校就学前の子どもを養育する労働者に拡大をするといった形。そして、育児をするためのテレワークの導入が、努力義務化ということで、3歳に満たない子どもを養育する労働者に関しましては、テレワークの導入が努力義務という形になります。また、この看護休暇というのも今現状ありますけれど、こちらもですね、対象年齢の引き上げですとか、取得自由の拡大というのが改正が予定をされている。また、仕事と育児の両立に関しての意見聴取、そして配慮というのが義務化をされる。3歳に満たない子どもを養育する労働者に対して、その両立の意見聴取と配慮というのが義務化をされるという形になっている。またですね、今現状も対象にはなっておりますけれど、育児休業の取得率の公表義務対象というのが今1000人を超える会社になっておりますけれど、こちらがさらに拡大されまして300人を超える会社に関してましては、育児休業の取得率の状況の公表義務化というのが義務化されていくといった状況で、今後ますますですね、育児休業ですね、育児介護休業法の改正が変わっていくという形になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、次世代の育成支援の対策推進法というのがあります。こちらはもともとですね、時限立法ではあったんですけれど、延長を重ねておりまして、もともとは延長の結果、2025年、令和7年3月末までだったんですけれど、今回またさらに延長というのが承認をされまして、10年を延長されたという形になってきています。
その結果ですね、どういったこの次世代育成法の延長によって影響があるかといいますと、今現状ですね、一般事業主行動計画の提出義務というのが101人以上の会社になっておりますけれど、多分ですね、今後この一般事業主行動計画の提出義務の会社というの対象も広がっていくのではないかなというふうに考えております。政府はですね、男性の育児休業取得率の取得目標を2025年に 50% という形で目標を定めております。こちらに関しましてですね、達成ができるような形で育児の休業の取得しやすい労働環境整備に努めていくことが必要かと思います。また、育児休業中、給付が受けられますけれど、育児休業中の給付の増加のためにもですね、生産性向上等による賃上げというのも非常に重要になってくるかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。